皆さん、こんにちは。横浜の工部館道場で師範代をやらせていただいている山口作夫と申します。今日もよろしくお願いいたします。旧制の高等学校というのは、とてもエリートだったんですね。そういう人たちが人生論をよく語って哲学を求めていた。そういう中でですね、坊さんのところに行って、議論をしてた人たちがいるんですね。で、それは有名な話なんですけども、和尚さんがですね、5、6人の学生の前でお茶を入れたんですね。そう、お茶碗からお茶がこぼれてるんですね。こぼれてるのにまだ入れてる。周りの学生が、和尚、お茶こぼれてますよ。つったら、それもちろん知ってるわけですね。これがあんたたちですよ。あんたたちもうお茶碗頭の中いっぱいでしょう。すごい新しいものをね、注ごうったって。みんな溢れちゃう。まずお茶碗を空にしなさい。それから私の話を聞きなさい。っていう話をしたんですね。だからもし新しい知識、アイデアをね、身につけたいなら、まず自己を空っぽにしなさいということなんですけども、第1話でもう話しましたけども、重要なポイントなんで、もう一度短く話させていただきます。私が工部館道場でですね、中島館長のご指導を受けたとき、まだ道場始まったときですね、力自慢という人がいてですね、その人に腕掴まれたんですね。ここで山口さん、こういうふうに掴まれたらどうしますかつったら、身動きできないんですよね。これでね、俺の合気道ってのはこんなレベルだったのか。何の役にも立たないじゃないか。これで中島館長に半泣きの状態でですね、どうしたらいいでしょう。館長はですね、堂々とね、全然戸惑わないで、私に、あなたの過去を捨てるつもりだったら教えましょう。言うんですね。ちょうど今のね、お茶碗いっぱいお茶が入っててですね、いや、今までの稽古はそうじゃなかったとかですね、私の教わったのはこうだったですと。そういうものを一切捨てるんだったら教えましょう。これで、もちろん私は過去を捨てます。そしたら、何と言ったかって。まず構えからやりましょうって言うんですよね。構えってね、ただこう構えるだけですよ。礼法の一つみたいなもんでね、それをやるんですかってここまで出たんですけどもね、過去を捨てますって言った以上ですね、じゃあ、中島館長信じようということで、それがですね、5分とか10分じゃないんですよ。1年間ですね、大川で夜10時、11時ぐらいまで稽古が終わってから付きっきりで私に指導してくださったんですね。それで、その構えと6本の基本動作というものをですね、徹底的に指導してくださった。だから私はその館長にですね、教わるには、この技は手をこう持ちなさい。足はこっちですとかですね、腰はこっちへ切りなさいとか、そういうことを教えてくださると思ったら、一切そういうことを教えてくれないんですよね。ただ、6本の基本動作だけを繰り返し、それでずっと見ながら、横で見ながら、注意してくださったんですね。それで、ちょうど1年ぐらい経って、例の、その力自慢の人がですね、たまたま会ったんですね。ここでね、鈴木さんって人だったんですが、鈴木さん、もう一回持ってみて。いいのつってね、ギュッと持たれたんですね。そうしたらですね、基本動作通りスッと動いて、パンとかけたら、吹っ飛んじゃうんですよね、相手が。これで、と思ってですね、あなた、自分で倒れちゃダメだよ。もう一回、ちゃんと抵抗しなさい。つったら、いや、山口さんと抵抗したら、殺されちゃうもんって言うんですよね。これで、どうしてそんな強くなったの？いや、どうしてかな考えてみると、たった基本動作のね、構えと6種類だけしかやってなかったのに、もう全部体のバランスが取れるようになってたんですね。これで館長にですね、報告したんですね。いや、驚きました。館長のご指導を受けたらですね、相手が吹っ飛んだんですよ。こうしたら館長が言われるのは、あなたが過去の稽古を捨ててね、ゼロから私に従ったからなんですよ。というふうに言ってくださったんですね。さっきの坊さんと同じですね。お茶碗を空にしたことによって、私は合気道の相当なところまで達成することができた。それがですね、今、工部館で、
大勢の人が白帯で稽古してますけども、よその道場で黒帯だった人が何人もいるんですね。それ動き見ればわかるんですけども、そういう方たちがとても素直にね、もう全く白帯のゼロから頭を下げて、稽古に参加してくださってるんですよね。それは逆に言うと、我々教える側とすると大きなプレッシャーになるわけで、なんだこんなものかって言って、もうさっさとやめられちゃったらですね、私の責任全然達成できないですね。でもたまたま今のところはですね、いや、前の道場じゃそこまで教わってなかったですねっていうふうに言ってくださる方が多いんですけども、どこの道場行ってもですね、この中島館長の教わった合気道、絶対恥ずかしくない強さを持った合気道を工部館で教わることができますね。それはまあ工部館だけじゃない他の道場でもですね、そういう方針持ってる道場あると思うんですけど、やっぱりまず教わる側がお茶碗を空にして教わって初めて強くなれる、そういうふうに思っております。今日はご清聴ありがとうございました。またお目にかかりましょう。